エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は iPad のおすすめお絵かきアプリを6つ紹介します。どのアプリも前回紹介した時より書きやすくなっていて、無料で使えるものもたくさんあるので、ぜひ自分に合ったお絵かきアプリを見つけてみてください。それでは行ってみましょう。チェックするポイントは、無料で使えるか、広告表示や機能制限があるか、お絵かきに必要な機能はちゃんと揃っているか、漫画やアニメなどイラスト以外も作れるか、Apple Pencil Proに対応しているかなど、それぞれのアプリの特徴や便利なところを実際にお絵かきして紹介します。1つ目は Ibis Paint X です。無料で使える初心者に人気のお絵描きアプリで、イラストだけでなく漫画やアニメも描くことができます。4万種類以上のブラシ、2万点以上の素材、80種類以上のフィルタなど、イラストや漫画を描くときに便利な機能が一通り揃っています。Ibis は無料版と有料版がありますが、違いは広告の有無だけで使える機能は一緒です。無料版はロックされて使えないブラシがありますが、動画広告を見ると4時間使えます。広告を消したいときは広告除去アドオンに課金するか、有料版を買うか、プレミアム会員になると広告なしで使えます。最近追加された便利機能は、塗りつぶしツールの囲って塗る、囲って消す、写真などの画像を水彩画にする水彩フィルターや描画物レイヤー選択、AI 学習妨害機能、背景透過などです。スターレイヤーや調整レイヤーが使えるようになって、後から絵の修正や調整がしやすくなりました。Apple Pencil Pro のスクイーズにも対応していて、ペンを指でつまむだけでブラシと消しゴムを切り替えたり、操作を取り消したりできます。スクイーズに割り当てられる機能はこちらです。その他の情報はこちらをご確認ください。ホーム画面右上のハテナマークから公式のお絵描き講座があったり、YouTube で Ibis Paint 公式の塗り方や使い方動画がたくさんあるので使いやすいと思います。次に紹介するのはバステラです。お絵かき SNS の Pixiv が作ったアプリで、描いた絵を Pixiv に投稿できます。無料なのに広告表示なし、機能制限なしで使えます。使いやすいように簡単に画面をカスタマイズできるアプリです。キャンバス画面のツールやパネルは位置を変えたり、パネルを畳んで非表示にもできます。機能が多いと操作を覚えたり選んだりするのが大変ですが、このアプリは使う機能だけ表示できて使いやすそうです。ツールを増やしたいときは左下のプラスをタップ、ブラシもプラスをタップすると増やせます。レイヤー名の候補を選べるのが他のアプリでは見たことがないけど便利。イラスト制作でよく使うレイヤーの機能、クリッピング、マスク、透明度ロック、複数選択もちゃんとあります。複数選択した状態での編集もできました。よく使う色を保存しておけるカラーパレットや使った色を表示するヒストリーもあって、カラーホイールと一緒に出るので使いやすいです。バステラで描いたイラストは Pixiv アカウントでログインすると 1GB までクラウドストレージに自動で保存されます。色修査やガウスぼかしなどのフィルター機能もあります。その他の情報はこちらをご確認ください。バステラは他のアプリに比べてブラシの種類が少ないけど、無料で広告表示がないし、直感的に操作できて使いやすくておすすめです。次に紹介するのは Adobe Fresco です。水彩や油絵などのリアルな滲みや質感が出せるお絵描きアプリで、アナログ画材が好きな人におすすめです。最初は有料でしたが、去年から完全無料化されて、有料ユーザーしか使えなかった数千種類のブラシを誰でも無料で使えるようになりました。ライブブラシで描くと絵の具が滲んで面白いし、絵の具の重なり方や色の変化が本物の絵の具みたいで楽しいです。初めて使う時に説明が出たり、ホーム画面の学ぶにチュートリアルもあるので、初めて使う人でも安心です。機能も充実していて、レイヤーのクリッピング、マスク、透明度をロック、調整レイヤー、参照レイヤー、複数選択、フォルダ、歪みツールや傾斜、自由変形など便利な機能が揃っています。ベクターブラシやベクターレイヤーもあるので、絵を拡大しても線がぼやっとしません。交差した線の不要な部分を触るだけで消すことも
もできます。連続する範囲内を塗りという線からはみ出さずに塗る機能や、読み込んだ画像からカラーパレットを自動作成する機能などもあります。Apple Pencil Pro のスクイーズで左端のツールがペン先の位置に出てくれてすごく便利です。その他の情報はこちらをご確認ください。アナログ風の絵が描けて楽しいので、ずっと無料だと嬉しいです。次に紹介するのはメディバンペイントです。広告が多いけどイラストと漫画が描ける無料アプリです。他のアプリに比べて漫画機能が充実しているように思います。新規作成で漫画原稿のプリセットを選べたり、集中線などが描ける定規機能、小回り、トーン、背景素材、漫画のページ管理機能、チーム制作機能があります。日本語フォントが多いのもいいところです。ブラシは180種類あって調節したり新しく作ったりできます。この動画マークがついたブラシや素材はプレミアム会員になるか、動画広告を見ると3時間無料で使えます。素材にはタイルやトーン、プレス素材、吹き出し、塗り絵などがあります。最近は広告表示が多くなっていて、アプリを開いた直後やホーム画面、キャンバスを閉じた後に動画広告が表示されますが、課金すると非表示にできます。メディバンプレミアムの特典は広告非表示のほか、ブラシや素材が使い放題、制限解除、クラウドの容量アップなどです。レイヤーのマスク、クリッピング、透明度を保護、フォルダ、フィルタ機能など、基本的な機能は一通り揃っていますが、ベクターレイヤーはありません。気になるのはレイヤーを増やすのが少し面倒なところと、絵の修正に便利な歪みツールがないことです。その他の情報はこちらをご確認ください。次に紹介するのはクリップスタジオペイントです。イラスト、漫画、アニメのプロも使っている高機能なお絵描きアプリ iPad 版クリップスタジオは無料ダウンロードしてお試しで使えますが、保存や書き出しをするには課金が必要です。いろいろな素材やブラシを使うことができるので、描くのが難しいところがあってもさっと描くことができます。例えば細かい服の装飾や柄、植物、水のブラシや絵や小物、背景などの画像素材や3D 素材など他にも大量にあります。3D デッサン人形や頭部モデルを使って難しいポーズや角度の人も簡単に描けるし、背景や小物の 3D 素材もあって便利です。ポーズを簡単に変えられるパペット変形、歪みツールもあります。絵の仕上げ作業はカラーフィルターやフィルターギャラリーを使ってレビューを見ながらポチポチ選ぶだけで簡単です。綺麗な線が描けるベクターレイヤーや色調補正レイヤーなどいろいろなレイヤーと機能が揃っています。Apple Pencil Pro のスクイーズでよく使うツールを表示できて便利です。iPad とスマホのみの機能ですが、シンプルモードとスタジオモードが選べます。シンプルモードはクリップスタジオを初めて使う人や落書きにおすすめ。クリップスタジオは多機能ですが、公式サイトや YouTube に講座がたくさんあるし、ユーザーコミュニティや公式サポートに質問できるので困った時でも安心です。その他の情報はこちらをご確認ください。クリップスタジオについて紹介した動画があるので気になる人は見てみてください。最後に紹介するのはプロクリエイトです。プロのイラストレーターにも人気の iPad 用お絵描きアプリ。買い切り2000円なのでサブスク課金したくない人におすすめ。シンプルな画面でキャンバスを広く表示できます。カスタム可能なブラシが200種類以上あって他のユーザーが作ったブラシや Photoshop ブラシも読み込めます。レイヤーのアルファロック、マスクをクリップ、すぐ下と組み合わせる機能など基本的な機能は一通り揃っていますが、ベクターレイヤーはありません。色相サイド、明度やトーンカーブ、グラデーションマップなどの色を調整する機能やぼかし、ノイズ、色修査などのフィルター、歪みツールもあって絵の仕上げ作業がはかどりそうです。あとページアシスト機能で複数のページを持つデータを作れます。見開きの表示はできませんが、漫画を描いたりノートのように使えます。PDF の読み込み、編集、書き出しが可能でフォントの読み込みもできます。書いた後長押しすると線が綺麗になる図形の補正機能や色をドラッグ&ドロップで塗りつぶしなどやや独特な操作を覚える必要がありますが、最近はプロクリエイトの本や動画も増えていて使い方で困ることはなさそうです。Apple Pencil Pro のスクイーズでクイックメニューを表示すると便利です。その他の情報はこちらをご確認ください。
ということで今回は iPad のおすすめお絵描きアプリを6つ紹介してみました。イラスト初心者さんにはパステラやアイビスペイント、広告を見たくないアナログ好きな人にはフレスコ、無料で漫画を描くならメディバンペイントかアイビスペイント、高機能が良くてサブスク課金 OK ならクリップスタジオ、広告見たくない買い切りがいい人にはプロクリエイトがおすすめです。ちなみに私が普段使っているのはクリップスタジオで2番目に使うのがプロクリエイトです。 iPad でお絵描きする人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介したアプリは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。